はい、それでは第4項の方始めていきたいと思います。ちょっと第4項始める前に、ちょっと一点、前回の、ちょっとお伝えし忘れていたことがありまして、スクリプトを一つ紹介し忘れていました。ですね、こちらのシーンスプリッターっていうスクリプトですね。これはですね、機能については、今回の講座で使うので、その時お話しするんですが、こちらのスクリプトも、入れておいていただけるといいかなと思います。はい。では、早速第4項、今回から MV を実際に作っていくっていうことを、一緒に始めていければなと思います。でですね、今回なんですが、事前に一回作った映像のプロジェクトが、あるわけなんですけれど、それを実際に見ながら紹介するのではなく、ですね、これを作った時と同じ作業を皆さんと一緒に一からやっていくっていう進め方にしようかなと思っていますので、ちょっと完成品ってか、今までご覧いただいてたものと、ちょっと数値だったり色味だったりが多少変わってきてしまう可能性がめちゃくちゃ高いんですが、その点はちょっとご容赦いただければなと思ってます。はい。っていうところで、じゃあ早速また新規で、MV の方を作っていきたいと思います。ですね、まずですね、この、プロジェクトパネルの、お話をしようと思うんですが、ですね、便宜上、今回こういう風なプロジェクトのフォルダを分けております。ですね、一番下のこの、エグザンプルってやつは、前に作ったやつで、ちょっと時々確認してなんか、こういう風に作ってますねって見たりしながら、作るやつなので、ここは多分皆さんは、なくていいフォルダなんですが、上から00メイン、01カット、02コンポーネント、03リソースっていう風なフォルダ分けを、しとこうかなと思ってます。どういう役割かっていうと、このメインっていうのは、この、MV 全体のプロジェクトだったり、これの中見れば同じになってますね。この、MV の大元になっているプロジェクト、コンポジションが入ってて、カットは各カットがバーっと入ってます。で、コンポーネントっていうのは、このカットの中、例えば、これで言うと、カット9の中にこういう文字のコンポジションが入ってるんで、こういうパーツのコンポジションだったりっていうのをこのコンポーネントに入れてます。あとはこの BG、背景とか、イラストとか、音楽とかっていうコンポジションを入れてるのがこのコンポーネントです。で、リソースっていうのは、素材ですね。を入れるフォルダですね。になってます。一番下のこのミスレネアスっていうのは、その他って意味なんですけど、ここは、自分用のやつなので多分皆さんはなくていいかなと思います。なので、上から00010203これだけ作っておいてもらえるといいかなと思います。はい。では実際に、コンポジションを作ったり、素材をアップしていったりするんですが、じゃあまず、00メイン選択した状態で、コントロール N、コンポジションを作っていきます。ミステリー、タイトル入れて、で、ここで、コンポジションの確認ですね。サイズフル HD、フレームレート24、デュレーションは、一旦5分とかにしときますか。5分で作成。で、素材を入れていこうと思うんですが、リソース選択して、コントロール I、インポートですね。で、まずはイラスト、悪魔ちゃん PSD 選択してもらって、このインポートアスのところをフッテージじゃなくて、コンポジションに変えてください。これ何が違うかっていうと、ちょっと比較用にフッテージでも入れるんですが、フッテージだと、もうこのイラストのこの状態で、なんていうんですかね、アップされるんですが、コンポジションだと、この中、PSD のこのレイヤーの状態も維持できるんですね。例えば、ですね、このエフェクト、通常、ではこっちの PSD だと、
このエフェクトがオフになった状態で Photoshop で保存されているので、この PSD1 枚のデータだと、エフェクトかかってないんですよね。それを、このコンポジション、レイヤー構造をコンポジションになんか反映させることができるので、この状態だとエフェクトをかけることができたり、逆にオフったりっていうのができるので、まあ、今回の件に限らず PSD はまあ、コンポジションで入れといた方がいろいろ自由は効くので、こっちの方がいいのかなと思ってます。はい。じゃあ、悪魔ちゃんイラストを入れまして、次に音楽入れます。またコントロール I で、ミステリー。はい。これで音楽ファイルが入ったんですが、自分のいつものやり方なんですが、音楽ファイルを直接入れるんじゃなくて、一回音楽だけのコンポジションを作って、それをアップしてます。まあなんでそういう手段を取るかっていうと、なんかまあ後で差し替えがしやすいっていうのがあって、さっきご覧いただいたように、この大元のフォルダの中に各カットのコンポジションがあって、ってことは、このカットごとに、音楽のレイヤーがあるわけなんですよ。で、これをいちいち全部入れ替えるのってめんどくさいんですけど、このコンポジションの中に音楽のファイル入れて、それを全部に反映してたら、このレイヤーだけ差し替えれば全部音変わるので、そういうなんか修正楽だなっていう意図もあって、コンポジションに、いつも音楽を入れております。で、音楽のそのフォルダ、まあ名前ミュージックとかにしときますかね。ミュージック、悪魔ちゃんの方は、まあイラストとかにしときますか。ミステリーコンポジションに音楽とイラストをアップします。はい。で、ですね、次にこのコンポジションの長さを調整するんですが、ミュージックのレイヤー選択して O を押すと、このミュージックのレイヤーの一番最後のフレームにインジケーターが移動します。インジケーターの位置に、この終わりが来ますね。なので O を押して M を押すと、このレイヤーの長さにこいつが変わるんですが、こいつはですね、ワークエリアといって、今作業してる範囲を、こう、なんとなく示してるやつで、ですね、例えばなんですけど、これぐらいの長さに変えて、プレビューをしてみると、終わった後、っていう感じで、この範囲だけを永遠とループしてくれるんですね。なんで動きの範囲だったりを確認するときとかに使うんですが、ですね、このワークエリアの長さに、コンポジションをトリミングすることができます。このワークエリアのとこにカーソルを持ってって右クリック。で、トリムコンプトゥワークエリアを押すと、このワークエリア分の長さに変わるという感じですね。これでまあ、曲の長さと同じ、コンポジションができました。じゃあ次に、イラストの位置調整をしていこうと思います。ですね、今回なんですが、ちょっとですね、まあ、よくあるイラストのリリックビデオって、キャラクターが真ん中にいて、で、左右に文字みたいなパターンが多いと思うんですけど、ちょっと今回、左のスペースを広めに使ってみようかなと思いました。で、要所要所でこう右のエリアも使うことで、ちょっとまあ、このサビ部分とそうじゃない部分のこうメリハリをつけたりみたいなことをしてみようかなというイメージですね。イラストのフォルダの中入っていただいて、エフェクトを一旦オンにしてみるんですけど、ですね、この状態だと、今エフェクトが背景にもかかってるじゃないですか。ちょっとわかりやすくしてみると、
まあ、これでもわかりやすいんですけど。まあ、今、背景だけだと本当はこの色なんですけど、エフェクトが上の方にもかかってしまっているので、これをキャラクターだけにエフェクトがかかるようにしたいなというところで、ですね、このトラックマットっていうところの、この右のぐるぐるをですね、下に、クリックした状態で引っ張ってください。キャラに重なった状態で離すと、エフェクトがキャラの形にだけこう切り抜かれるみたいなことができます。で、この状態でキャラのレイヤーも見えるようにすると、エフェクトがキャラだけにかかるので、この作業をやっていただきたいなと思います。はい。で、イラストの配置をなんとなく決めるんですが、イラストのフォルダの中でちょっとイラストのレイアウトを決めちゃいます。なので、ですね、このイラストフォルダ入った状態で、コントロール K を押すと、コンポジションの設定を変えることができます。で、これのサイズが今でかいので、これを1920の1080に変えてもらって、このコンポジションと同じ画面サイズになるようにしときますか。さっき場所とかサイズを、こっそり変えちゃったので、戻しておきます。はい。で、場所どうするかと、キャラクターの位置を変える話なんですけど、今ですね、ちょっとここでまた、アフターエフェクスの基本操作の説明で、ちょっと飛ばしていたヌルレイヤーのお話を軽くしよう